found myself in the dark of the night when I was lost, needed a revive. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、イベントが大団円を迎えましていつの話みたいなもうだいぶ先、そこからは時間が経ってるかもしれないんですが、そうですね、公開的には、はい、でもイベントがありまして、はい、すごいいい感じで終わったと僕は勝手に思ってるんでまたやりますんで、はい、来ていただきたいと思ってるんですが、はい、今日は格安有料カード、久々に、はい、久々ですね、めっちゃ久々にやっていきます。今日はなんと守るカード編になります。守るカード編、なるほど、はい、守るカード、統率者って、守るじゃないですか統率者のことを守ることは多いですよねシチュエーション的には、まあ守るのは大体統率者になります。大体、はい。で守るカードってそれぞれの色にあるんですよ、探すと。でそのカードは大体安いです。そうですね、はい、まあそんなに高いカードじゃない、でその安いカードを紹介していくんですが、例えば、有名なカードで言いますと稲妻のスネアテとか、結構なんかお値段もうしちゃうみたいなんですが有名なね、創造者で、林のブーツとかあるじゃないですか。まあそうですね、この2つは本当に定番中の定番みたいな装備品になってますよね。なんか統率者デッキ買えば入ってるかなぐらいの感じで、結構入ってること多かったですよね買ったことはないんですけどまあ多分ついてくるかなぐらいの感じで、思っていただければ、そうですね、格安のイメージにあると思うんですが、だから各色やっていきます。まず緑からやっていくんですが、緑が一番量が多いかもしれません。そうですね、ジャビのベールっていう、一番有名なカードがあるんですが、1マナインスタントで、11カウンター乗っけて、ジュゴンを得るっていうインスタントがあるんですが、これ30円ぐらいで買えますんで、というカードがめっちゃあります、探せば。そんな感じで呪言を付与するみたいなカードですよね。そうですね、で中でも紹介したいカードがですね、タイバーの抵抗というカードになるんですけども、これがですね、緑1マナ、X の、インスタントです。なるほど。 X はなんとパワー修正できちゃうという。じゃあ呪言つけながらパワー修正できちゃう、タフデスも修正できちゃいます。パワータフ、両方とも、でなおかつ破壊不能も得る。結構強いですね、確かに。この呪言と破壊不能両方得るっていうのは結構数が少ないんですね。これがかなり有用になってきますんで、これお値段今ですと200円ぐらいで買えるかなぐらいの、なるほど、感じになってますんで、それが一応緑だと、何枚か入るんで、それで守ってくださいという、役割2つ持てるのいいですね。単純にパンプと呪言みたいな守るっていう、両方攻めと守り両方できるみたいな。確かに、大体名残ジェネラルを強化すると思いますんでそうですね、これでいいかもしれません。次赤になるんですが、赤はですね、お値段200円ぐらいとちょっと上がってしまいまして、あまり数がありません。でこれは、絶対持ってた方がいいです。でも持ってた方がいいですね。持ってた方がいいです。で同窓対戦なんでおそらくお安くなってると思うんですが、4マーの稲妻負けというインスタントになるんですが、よく使われてます。パワーが4以上のクレイジャーコントロールしていると3少なくなるので、1マーで打てますと。実質赤1になって打てると。打てる。で単一の対象を、変更するという、変更はたきとは違って、単一の対象をずらせますので、これ一応守るカードとしても優秀ですし、呪文を打ち消すことももしかしたらできるかもしれない。なんかうまいこと曲げることはできるので、これもしやられる方は絶対買って持っておくのは得だと思います。赤でやる方はね、本当に持っといて損するカードじゃないかなと思います。で次黒なんですが、黒はですねあるんですよ、結構守るカード。その手のカードですね。ティームさんにはよくそれ守れてなくねってよく言われたんですよく言われてました。超常的耐久力系のカードなんですが、1マーのインスタントでこれなんと20円です。20円。要は死亡したら
タップ状態で戻すっていう、簡単に割愛しますと、はい、まあ黒だとこういう系多いですよね。一回死んでるんで守れてるかどうかっていうとまあ守ってんのか追放とかだったらダメじゃんっていうまあ確かにことになるんで、死亡した時です大体黒は。一応守るカード、これは数結構ありますんで、探していただければいっぱい入れられると思います。まあ黒だったらサクリ台とか、あらかじめ置いといて、なるほどなるほど。追放除去打たれそうだったらこれ打ってからサクれば一応ギリギリ生き残ります。確かに確かに。はい。で青いくんですが、次は、青はですね、これはテフェリーの時間改変というカードになるんですけども、これがですね、闘争対戦の20円。はい、いいですね。20円いいですね。青は結構ブリンク系で守ったりとかするんですね。まあそうですね。これも多いですね、ブリンク。はい。これはなんとその中でも一番僕は優秀だと思ってるんですが、遅延ブリンクなんですよ。ああ、なるほど。その場でブリンクしてかわすっていうのが通常なんですが、これはなんとエンド時に帰ってくる。ということはラスをかわせるという。ああ、なるほどなるほど。優秀じゃないですか。まあそう、ラスかわせるって結構でかいですよね。でかいですよね。なかなか守るカードできないからできないですからね。これはかなり優秀なんで、しかも値段も安いということなんで、いいと思います。でなんとライオンさんに青のカードを紹介していただこうということで、なんかあるということで、青ちょっと僕も青のデッキにだけ結構守るデッキがありまして、まあその中からご紹介させていただければと思うんですけど、まず一つがミジウムの外皮というカードになってまして、初めて聞きました。クリーチャー1体に01の習性と呪言、まあよくありますよね、青だったら。で、なんと青1、つまり2マナですね。で超過が打てます。なるほど。ってことは合計3マナで超過打てるんですか、これ。いや2マナです。2マナで打てる。2マナで超過打って、そうするとクリーチャー全員に一応呪言つけられる。おー、すごい。まあなかなかやるよっていう感じのカードになってまして、こちら20円。おー、安いですね。でそれに比べるとちょっとお値段はしちゃうんですけれども、もう1枚これは守るっていう感じか、まあちょっと微妙な線なんですけど、テフェリーのベールというか、こちら結構おすすめなんで紹介させていただくんですけど、クリーチャーが攻撃すると、自分のクリーチャーが攻撃すると、そのクリーチャーを戦闘終了時にフェーズアウトします。なるほど。なんで基本的に相手のターン中はいないことにするっていう。なるほど。でも守れてますよ、それ。変則的な守り方。なるほど。だからこれも先ほどの話と同じで、相手の操作リタイミングの全熟は絶対避けれるんですよ。確かに。これ面白いな。っていう、こういうなんかちょっと変則的なかわし方ができるカードでおすすめになってます。これ100円で買えると。はい、一応100円になってます、今のところは。で、白になるんですが、白はめっちゃあります。白は結構ありますね。めちゃくちゃ強いです。でいっぱいあるんですが、その中でも1枚どうしてもおすすめしたいカードっていうのがこのロランの脱出。これもいいですよね。この白1番のインスタントなんですが、これアーティファクトクリーチャーのうち1つ対象として、それは呪言と破壊不能を得て、戦術1を行う。いやしみる戦術1、これは100円です。100円。ちょっとお高い。ちょっとするっすね。まあでも強いですからね、これ。これは強いです。何が強いかと言いますと、これは相手もいけるという。これ相手も選べるんだ。そうなんですよ。いいですね、確かに。これはね、相手もいけるから強いんです。これ唯一白で、他にもありますけど、これかなり安い中では相手もいけるっていうのは強いんですよ、これ。逃走者だったらね、交渉材料になる可能性ありますからね。相手のどうしても守んなきゃいけないクリーチャーとアーティファクトを守るみたいな場面がよくあります。なのでこれはかなりおすすめになってます。なるほど。やってみてください。で次はですね、無色になるんですが、無色は結構ねお値段するのはありました。装備品系とかあるじゃないですか。さっきの装備品もそうでしたよね。でその中で我々がご紹介するのは溶接の壺という150円の、これゼロマナーですか。ゼロマナーですよ。ゼロマナーの守れる呪文、すごくないですか。ゼロマナーですよ。置いておかなきゃいけないですけどね。ゼロマナーで出しまして、置いておいて生贄に捧げるとアーティファクト1つを再生できる。アーティファクトです。無色だからアーティファクトなんで、1回再生できるよという
まあアーティファクト系のデッキを使ってる方とか、まあジェネラルが有色のアーティファクトの可能性もありますからね。そういう方は一応1回、守れるかもしれない。できるかもしれない。再生だからなっていう。再生だからね。必ずとはちょっと言えないんですけど。言えないですが、まあいいと思います。で、あとはですね、陰芸シリーズっていうのがありまして、陰芸鎧というのがあるんですね。そうですね。名前が変わりました。これの例えば、白のハイエナの陰芸っていうのが例えば1枚あるんですが、これがなんと30円ですと。はい、30円。で、11修正先生で陰芸鎧だと。いわゆる破壊なったら1回それ破壊じゃなくできますよ、っていう能力。身代わりになってくれるんですよね。そうですそうですそうです。なのでこの陰芸シリーズが白と緑と青に結構あります。まあそこそこありますね。でそれぞれまあお値段もそんなしないですから、結構使えますんで、よかったら使ってみてください。この陰影鎧じゃないところも結構強かったりするんで、そうですね。探してみてください。あとはですね、全体を守る呪文っていうのが何枚かあるんですよ。その中で一番おすすめなのが、緑と白がだいたい全体を守る呪文っていうのが多いんですね。なるほど。で緑です。一番おすすめなのは、活力の多いという。なるほど。2マナのインスタントで、全体再生できるという。再生ですね。なるほど。これが150円ぐらい、でまあありますよ。ありますよ。全体守れるカードも有名な、有名なの。まあちょっとね、お値段がちょっと上がるけどね。これ150円で買えるんで、かなりいいんじゃないかなと。格安なものとしてはおすすめできます。で、あと白はですね、これも結構白も結構あるんですよ。探すとある。中でおすすめなのが兼任の先行という。先行。モダンホライズンの。ってことはピッチスペル。ピッチスペルです。わー、すごい。いくらなんですか？これ200円ぐらいで買えると思います。200円ぐらい。ピッチスペルで200円。安いですね。これおそらく白のトークンでクリーチャー1体サクるといけるんですよね。ピッチで打てると。ピッチで打てると。で、あなたのライフ総量は変化できず、あなたがコントロールしている全てのパーマネントは呪言と破壊不能を得る。なかなかやりますね。これは安くて強いので結構入れてみたらいいんじゃないかなと。数値すると4マナ。4マナ。なるほどなるほど。まあでも数値する場面ももしかしたら後半だったらあるかもしれないですね。あるかもしれないですね。テフェリの防御はちょっとお高いので、テフェリの防御買える方はね、テフェリの防御買っていただいて、全然ね入れてもらえばいいとは思うんですけど、まあこういうカードもありますよと。ありますから。あと闘争者って結構同じ役割のカードをねたくさん入れたくなることもあるので、そうですね。まあそういった時にはこういうカードもいいんじゃないかと思いますかね。まあ結構この守るカード、カジュアルのデッキの構築ですとよく使うんですよ。まあ結構便利ですよね。結構便利です。守った方が闘争者いい場面っていうのが結構過激であると思いますんで、カジュアルこれからやられるって方はおすすめになってますんで、よかったら買ってみてください。我々はなぜか知んないけど、激安の通販をやってるっていう。まあ僕らお店持ってるわけじゃないですよ、もちろん。持ってるわけじゃないですけど、なぜかすげえなんかそんな安いカードを宣伝してんのみたいなことをしてます。だってお店持ってたら高いカード紹介した方がいいですからね。まあそんな感じでよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ハイプもお願いします。お願いします。コメントしてくれるとありがたいです。おすすめの守るカードをね教えてもらえれば。そうですね。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。